平野ジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一トレースデイ5やっていきたいと思います。結果はこちら40点ですね。星1が1本生まれちゃってという形でした。中華クランとの対戦でしたね。早速やっていきましょう。はい、やったーさん、クイヒーのルートライダー。結構こういうタウンホール真ん中の配置は、スーパーボーラーやってるイメージがあったんですけど、クイヒーですね。ボールブレーカー、10時のところ入れつつ、突撃艦セットしてるけど、これをどうするかって感じですかね。クイヒールートとしてはかなり強いルートを組めているかなと思います。ここでマルチアーチャータワーを美味しくもらいつつ、逆サイドはベビドラ、空に対応する防衛説が置いてないんでね。ホーミングチェックバルーンを添えてつけていって、6時の方をサイドカットしたので、キングを4時に入れつつ、6時ルートライダー、タウンホールは突撃艦で取るのかな、そうすると。さあ、ウォールブレーカーもう1個入れていって、かなりいいルートですね。インビジブル一発入れたいところ、ここはヒーラーは隠れてませんが、ここでレイジに乗ってウォールブレーカー中心部まで。さあ、ルートライダー下から来ましたね。突撃艦わざわざ使う必要はないとは思うんで、ここは、なんか別のとこに使ってっても面白いかなと思いましたが、ここはタウンホール結局合わせに行きましたね。ポイズンターンのタゲも取りつつ、ヒーリングトーム入れていきます。ポイズンターンね、ここ2枚編成ですからね、防衛側が。1個目手前で受けたところをヒーリングトームで回避しつつ、タウンホールしっかり落とすことができたので、ここポイズンとかも受けることなく、ここでちょっと受けていますが、初手トームでぶっ飛ばすところにポイズンがね、相手の方に入ってくるので、ヒーリングトームで無効化しつつ突撃艦を守れるっていうところで、トームとしてのシナジーが合うから、突撃艦を採用したっていうところもあるかもしれないですね。ほっとけばクイヒーの方でもルートライダーの方でもどっちの方でもね、折れる感じにはなるので、例えばシューターでどっか刺したりとか、迫撃砲のターゲット取るのがめんどくさいとかもいろいろあると思うし、突撃艦でタウンホール取れるのが一番簡単だからね。で、呪文がもうすでに切れてるんですけど、ここが強いですね。スピリットフォックス。ターゲット取られない形で何度も消え隠れ、見えたり隠れたりするので、呪文切れてからが本当に強いですね。ルートライダーが、途中まではタンクしてくれるんですけど、この最後のところ呪文切れて結構ギリギリになった時にこうして違いを生み出しやすいヒーローペットかなと思います。ディギーよりも伸びる感じはあるかな、死ななければ。スミスクイヒールートライダー。キングをこれはクイーン区画に入れつつ、タウンホールの方にクイヒーは誘導していくようなイメージですかね、そうなると。で、シューターセットでフィスト使ってリクスケルトンが勝手に飛ぶ、投石もダメージが入る、援軍の方も連れて行って、壁を殴るとリクスケ折れる。迫撃のターゲットはなんかで取りたいけどさすがに、ギリギリ間に合って、次のターゲットは何でも取れない。ちょっと、レジェンド編成って感じかな。ターゲット取るなんかはあってもいいかなって感じではあるんですけど。さあ、2層目タウンホールまで繋ぐウォールブレーカーを入れていきます。キングも放置しただけで、援軍全部釣ってくれたり、一区画掃除してくれたり、非常に強いですね。シューターの方はイーグル打ち続けているので、6時キャンプあたりに忘れないようにね、アーチャーとかがあればよかったんですけど。タウンホールが確実に打てるところまで待つイメージかな、そうなると。これどっちから上から行くのか下から行くのか真ん中から行くのか、いろんな択はありますけど、待つんだったらそうですね、上からですね。ウォールブレーカーないんで、早めに展開下からとかでも良かったような気もするんですけど、ルートライダーの穴開け性能っていうところがタウンホール打った後のクイーンと合流できればね、活かせるっていうところで、なしじゃないですね、この展開も。ただ、シューターの方は下で割れていきつつ、やっぱ6時キャンプが残りそうな感じはありますね。ただ、穴開けをこれでルートライダーがやってくれるので、合流するメリットとしては、なんか他のユニットよりも合流の意味合いがありますよね。
クイヒーホグとか、クイヒーラバルで12時から展開するのよりは、まあ、この穴開けっていうのを活かしてくれることによってルートライダーを使う意味がありますよね。かも。結構苦しい感じにはなったけど、ルートライダー自体もこうやって大量に残ってるからね。ロイヤルチャンピオンも途中で能力回復をしつつ、スケルトンの呪文か、それは。ナイス展開が刺す。学もクイヒー、ルートライダーということで、ルートライダーが続きますね。この編成はまあ、クイヒーじゃなくてもいろんな編成に、まあ、主軸として入ってくることが多く、強いっすね。強いとしか言えんわ。弱い理由がない。ホーミングだいぶ綺麗に解除していって、4個ぐらいもうすでに見えてるかな。さらにここもホーミングでしっかりと解除していきつつ、まあ、突撃艦をタウンホールに投げるからっていうのも突撃艦、ホーミングチェックのね、綿密にやったところの理由の一つかもしれないですね。ここはポイズンターの方もフリーズ打っていくことで、まあ、レイジは使わないという判断ですかね、ここ。しっかりレイジは使わず、フリーズとポイズンを使って、まあ、援軍のケアしつつ、簡単に処理ができましたね、タウンホール区画まで。そしてウォールブレーカーですが、これはギリギリ届いていく。ただ上からキング来たならもう10時のテスラのところからルートライダーっていう形になりそうかな。来ましたね。レイジ型。回収ウィザードもしっかり展開。見習いウォーデンも絶対つける。もうこの形をもう忘れずね、取りたいですね。なんか感覚的にクイヒーラバルの時とかって見習いウォーデンをつける習慣がなかったり、結構みんな慣れてきたね。リガホグの時にロイヤルチャンピオン忘れてがちな人結構いたんだけど昔。リガーとホグ展開して、普段ロイちゃんをね、つけない人とか、ラバルパートに。たまにリガホグやる人とかがロイちゃんつけ忘れてるのをたまに見るんだけど、俺クイヒールートライダーはもう、この形を形としてね、指とかの形としてね、覚えるのが強すぎて、習慣として入りすぎてみんなもう忘れてないっすね。ただまあ、ウォールブレッカーとかはないんですが、クイヒーも死なない形が取れてるし、ロイヤルチャンピオンも能力解放して、まあ余力がすごいんでね、勝手に全開になるでしょっていうぐらいになっています。ルートライダー死なんすね。火力自体は当然高いところ通ってるはずなんですけどね。ルートライダーが止まりません。圧倒的全開ガース。さあずっとクイヒールートライダー続いたところですが、星361天才のラバル。天才は上クイーンのとこ打っていきましたね。よっ。クイーン投石対地クロス。バリューは抜群にでかい。反対サイド同じようなところを数サイド行きそうですね。いいアイゴレ。さあ、ウォールブレーカー、ストライカー合わせていきますが、投石にバレたので、ここは一旦ステイ。さあ、ここ、アイゴレ殴れるタイミング。いい感じにフィストを使っていく。第1クロスも降りに行きましたね。さあ、アイゴレもう一回破裂しつつ、ストライカー投げてったんですが、ここはちょっとストライカーがマルチ IT に巻き込まれたので、止まります。さあ、ホグとウィザードを使って9時の対空砲をしっかり折り切っていく。ロイヤルチャンピオンは別で使いたいっていうイメージですね、そうなると。クイーンの方をしっかり真ん中、投石の方まで進めていきたいようなイメージなんですけど、しっかり戻ってくれる、ボックスモードのロイヤルチャンピオンがマルチ IT 刺さる形、タウンホールは突撃艦ケアですね。安い2本とも3時の方向いてないっていうところと、ポイズンタワーのターゲットもこれは突撃艦の方で据えそうだし、ワンプッシュ入ってずれますが、しっかりそれも見て、レイジフリーズ。で、対空砲の方がね、トムカかけたラバハウンドを縦に3時ラバルも合流しつつ、ロイヤルチャンピオン中心ブーメラン。すべてのヒーローパートの余力が半端ないですね。裏のラバルなんて絶対いらないっすよ、これ。出すとこないんでラバーも投げつつ、フリーズも2枚残っての圧倒的旋回ですね。よーい。適当にフリーズ終わって終了と。まあ今2大戦術、天才ラバルとルートライダーかなと思います。リュウタくんは
ケイン部トツイズかな。トツイズっぽいか、ガゴっぽいか、そんな感じじゃないかなと思いますが、あいつは対策人ですね。ああ。ここ盛りあったんか。見逃してました。スケイン部でしたね、普通に。クランジョマルチですが、クランジョの方はギリギリ落とせない。ちょっと進みが悪かったですね。なかなかしんどいスタートになりましたが、どこにアーチャー出てるのか、これ6時にアーチャーの音がしますね。ダブルジャイアント展開しつつ、クイーンとスニゴぶつかって、キングは12時、ロイヤルチャンピオン単品で下の方来ましたね、9時側。クイーンと合流しつつ、マルチ IT の方に、ロイヤルチャンピオンは進んでほしいって感じかな。フォックスこういうちょっと危険値じゃないところ、ロイヤルチャンピオンのターゲットが別々になるのは、逆にフォックス自体が守られて強いのかもしれない。さあ、ここで、ターゲット取られてしまいますが、インビジブルとフォックスが被っていく。さあ、援軍と当たります。ちょっとヒーローパートとしても良くない感じにはなってますね。さあ、上からボマーが入っていきます。もうこれするしかないですね、形的にも。タウンホールラバル。ここまでは援軍が出てきてしまったこと以外は特にプラン通りというか、ロイちゃんでこのマルチ折れればいいっていうプランで練ってたと思うんですけど、ボマーさしつつ、フリーズかけて、ポイズンタワーも結構ふんだんにかかる位置なので辛いですね。ちょっと一発目で外しちゃったフリーズしっかり当て直して、レイジトームを一気にラバハウンドも巻き込んで決めていきます。ストライカーの方は投げてないね。手元にしっかり4体残して、今投げちゃうと、キングに座れるだけなので、1体ぐらい混ぜてもよかったかもだけど、6時の方の対空砲にラバハウンド届いたので、ここからフリーズを対地にかけたいですね。いいですね。対1クロスかけることで、このストライカーが守られるので、ロイヤルチャンピオンの方を、これストライカー処理して、そうすると、ロイちゃんで降りたかったマルチ IT が最後残る形になるので、あとは数のゴリ押しでお祈りですね。ボマーから出てきた新レベルのね、ドラゴンライダーも強いですね。バルーン自体も HP が全然足りちゃってますね。インフェルノがレベル上がってないのにバルーンのレベルが上がってるっていうところで、カバーできましたね。よっちさん、クイヒールートライダーにラバ入ってますね。ボマー守る形でいくのかな。トツに変えて投げるのかな。安井が下側やや吹いてるんですけど、そうなると、そういう使い方か。じゃあ、ここもあるかもしんないな。それ強そうだな。上段大砲、少し目離しただけですごい軽くなっちゃうよね。マルチアーチャーターと上段大砲はね、まだ、慣れてきたとはいえ、少し、感覚的にもまだまだつかめてない感じも。いいスケルトンですね。モノリスのターゲットを取りつつ、6時のサイドカットも完璧。非常に綺麗な作りができている。これはくるっと回って内側入ってくれました。ホーミングヒットは痛いけど、かなり、いいルート。反対サイドか。この対地クロスのところがね、このラバーボマー刺さりやすそうなので、どっちかっていうと、こっちからやると、クイーン処理ができてる分、ここでロイちゃんに捕まっちゃうから、9時の方を選択するのかなと思ったんですけど。ラバボマー中身は何ですかね。これ結構伸びてますね。ルートライダーは別動体で少し分けつつ、キング処理も投げていきました。フリーズ巻き込みたいですね。キングマルチ。マルチ折れるかな。先に折れろ。ルートライダーが折れました。いいトーム。ストライカーがギリギリ入ってます。キング処理してる。で、その隙にルートライダーがマルチ IT をこっそり折りつつ、裏からバルーンを追加していきます。ウィヒがかなりいいルート入れたっていうところと、ロイヤルチャンピオンも能力温存できてますね。ラボボマーの選択をクイヒーのね、陸編成と混ぜて使えるのはいいですね。配置の弱点っていうのをしっかりついた。対空砲しか空に対応する防衛施設がないってなると、ラバハウンドでターゲットを取ってあげればある程度伸びるからね。
ルートライダー6体編成が多い中、5体にしてこういうね、いいやり方。特にこれ、ウォールブレーカー使わなくていいクイヒールートなんで、その辺もね、ワックスに余裕が出てラバーの選択肢が生まれたのかなと思います。コマくん、ルートライダー。今のうまいっすね。ああいうラバーボマー刺したいですね。9時からクイヒースタートしていきつつ、ウォールブレーカー一旦ここはギア前。シューターに変わりましたね。もともとシューターだったかな。おー。イーグル砲、なるほど。いや。プラン的には、これ対空砲取りつつ6時の方に持ってってタウンホールまでっていうプランだったと思うんですけど、ちょっと嫌な逆走入りましたね。逆走一丁だ。そうなったらもう、しょうがないんで、リカバリーでなんとかするしかないですね。真ん中マルチの方に入るのか、それともこの後クイーンが12時の方に向かってくれるのかとか、それをね、見つつ考えていくと思うんですけど、そこカットするなら上に行かせたく、ウォールブレーカーそこ、穴開いてるのか、そこ。急にウォールブレーカー出てきた。キング処理。キングを、そうね、ウォールブレーカーそこつけて入れていくためには、ちょっとターゲット取んなきゃいけなかったので、キングとかはこの辺で12時に入れつつ、真ん中ウォールブレーカーを通すような形にするのが良かったのかなと思いますが、ルートライダーが上から来ましたね、代わりに。個人的には逆にした方が良かったような風に、ウォールブレーカーが真ん中マルチに通るようになるんでね、その分。ルートライダーがここでクイーンと合流することで、逆かな、クイーンがルートライダーと合流することで、道を開けてくれるので、クイーンが単独で壁殴るだけの仕事じゃなくなったっていうのはいいところかなと思います。さあ、モノリス撃たれてこれはクロークから入ってトームは、じゃあ温存ですね。温存するってなるとここでフリーズ一発撃ってあげる必要があるので、ここももう一発。で、タウンホールにトーム合わせたいってイメージですね。で、キングを6時に使ったことで、6時の防衛節が切れて、真ん中のマルチ IT はシューターが届いてくれるような形になりましたね。あとはなんとか、フリーズ、インビジブル、ロイヤルチャンピオン能力を残した状況で、お祈りタイムです。もうやることはほとんどないですね。フリーズ打って、あとはモノリスからターゲットが入るかどうかだけ目を凝らして見ていればいいだけです。いいインビジブル。これはもうロイヤルチャンピオン以外のユニットでも押せると判断して、ロイちゃん以外のユニットをもう一緒に延命できるようなインビジブルを打ってったって感じですね。クイーンの HP もかなりギリギリのところ。苦しい逆走にはなったんですけど、ナイスリカバリーですね。なかなか落ち着いてプレイするのは難しいですね、今の。さあ、森尾さん、空ヒールートライダー。5枚になってちょっと減ってますね。テスラが3つ見えました。美味しいシューターポイ捨てですね、これは。反対サイド、クイーン、タウンホールまでかな。クイーンもロイヤルチャンピオンも両方取れるような感じだし、シューターのバリューがとんでもないので、クイヒーとシューターだけで相当いいルート作りができそう。真ん中ルートライダー、ごっそり行く感じですね。キングか。確かに。そうなると9時からルートライダーかな。ちょっとクイーン、タウンホールの方には、インビジブルでご利用して戻す、もしくはウォールブレーカー再度開け直すしかない感じにはなりそうだけど。戻るんだ。すごいな。怖っ。ちゃんと見切ってましたね、今の。で、今、トルネード怪獣のスニゴブ投げていきましたね。会った時にトルネをスニゴブが吸ってくれてるので、クイーンが当たらないという形なんですけど、今ダメージエグかったな。幾力。で、フリーズ、そうですね。挟まないと落ちちゃうところなので、挟みつつ9時からルートライダー一直線、シューターとキングで両サイド囲いつつって感じですね。ジャイアントガントレット入ってるんですけど、ここはアイゴレがいい感じに防衛援軍がね、機能して、キングパートは止められてしまっているところ、中心マルチの横打ちもちょっとしんどいんですけど、マルチ IT には HP の高いルートライダーは強いので、フォックス、
隠して。モノリスにターゲット取られてる。いいタイミングで隠れてくれた。これ強いっすね。ディギにできないっすよね。今のディギだったら普通にモノリスに打たれ続けて能力吐くだけなんで。で、ここヒーリングトーム採用してますね。ヒーリングトームとフォックスの相性はいいかもしれない。ディギーと違って、もう能力使った後のロイちゃんって、回復できないからね。ヒーリングトームだけでもすごい HP になってますよ、ロイヤルチャンピオン。で、ここでヒーラーとも合流していって、HP が完全回復レベルまで戻っていって、で、フォックスが姿を消してくれるので、HP 回復して止まらない状況をさらに作って、呪文もたくさん残って、金庫は残ってしまってますが、余力はたっぷりという状況です。グエイ。すげえな、ルートライダーが。めちゃめちゃ穴を開けていく。ガーサス。デッサン。61天才のサービス終了編成。クランジョータウンホールですね。そうですね。クランジョーとタウンホールを隅ゴブで狙っていくような形。罠はだいぶ見えましたね。今のは、いいトラップチェックになりましたね。もう一体さすがに通しつつ。ユニットも余ってるんで、ダッシュ6みたいなところはあるんで。しっかりチェックして、ポイズンタワーが発動するかどうかだけ今確認してましたね。で、タウンスニゴブ決めて、反対サイドからスケルトンを置いて、ルートライダーレッツゴー。サイドカットルートライダーも作ってますね、ちゃんと。で、ウッドランチャー。ウッドランチャーも最近見なくなりましたね。ルートライダーだけでもアーチャータワー、ウィズトを切ってくれるぐらいの火力になっていく。で、スーパーアーチャーを少しだけサイド流れるように置きつつ。で、下側がね、今、空に対応する防衛室が一切ないので、このガーゴイルめっちゃいいっすね。めっちゃ伸びるよ、これ。本体やや流れ気味なんで戻ってほしいところ、ルートライダーがここは穴を開けつつ戻っていきます。外周部に防衛施設がないのでは、あとは勝手に道を作ってくれる状況ですね。スーパーアーチャーも、巨爆見えたのでここはトムった感じかな。バルキリーとかも出てきましたね、援軍から。これ強いな。あとは適当に進めて、そうですね、フリーズ一発。6時になんか角テスラがあります。あとはロイちゃんが手元にあるので、12。12時も出てたんか。シングル IT、そうだね。シングル IT をターゲット取るためにスケルトンの呪文を置いて、キング、これは壁越しでも長弾大砲が殴れる強い。裏からロイヤルチャンピオン。ストライカーもあるんでね、一応、他に使うとこないんで、投げるしかないかな。回収ユニットとして使うのもありだけど。ガーゴイルいいっすね。6時ガーゴイルしっかり刺さって、あとはロイヤルチャンピオン能力をハードテスラに合わせていくと。ドゥンドゥンドゥンとナイス旋回。ガーサス。これはぶっ刺さってる。これがあるからクランジョを外周部に置く配置は弱いですね。レジェンドリーグならまだしも、対戦とかね、配置を見てから決めれると。ただ自分のアタックなんですけど、シューターでタウンホール狙おうと思ったらね、ちょっとテスラが生えてめんどくさいことになってますね。ユニットちょっと。確かなんか、攻める、なんか、予備キャンプに入れちゃったんだよね、欲しいユニット。バルーン全然足りねえやと思って。フリーズバルーンでね、対応してったらね、両方、ホーミングがヒットしたので、何で対応するのが一番楽かなと思ったら、ルートライダーを1枚割いちゃうっていう判断になりました。このルートライダーを採用することで、テスラチェックにもなっていくと今後のね、この奥のさらなる。とか思ってたら下の方にもテスラが見えたし、ここでもテスラが見えたので十分だな。あとはリクスケ次第なんだけど、リクスケもすでに3本見えてるんで、十分大丈夫そうかなというところ。キングとぶつかるところ、ストライカーサポート。あとはシューターがタウンホールを打ってくれるような状況。見守っていく感じですね。届いたし、ポイズンターも解除できて。タウンホールに関してはクエイクの方で起動してます。で、キング3時入れるので、スニゴブサイドカット入れつつ、レイジ置いてウォールブレーカー。ギリギリユニコーンしてますね。で、当然ホーミングチェック入れて、ホーミング引っこ抜き2枚見えた。美味しい美味しい。ラストバルーンだったんでね、しっかり、一番奥にかかるタイミングで投げれるのがいいですね。
このシュータールート強いのがこのボムタワー2つも潰せるんでね。で、結構アイゴレ見えてたんで、なんでここだけアイスラバやねんとか思いながら、アイゴレの方が良かったと思いつつ、フリーズ使いつつ、クローク、ちょっとね、ポイズンのタイミングが遅れちゃったので良くないあれになっちゃったね。で、フェニックスに釣られてアイスラバハウンドとかもチリチリになりつつ、ここから下側からルートライダーをスタートしていきます。で、一気のトム。ホグにも一応トムかかるようなタイミングで打っていきました。ストライカー処理もクイーンの方をケアしつつ。あとはまあ、勝手に伸びろと思ってる感じですけど、このフリーズは随分下手くそですね。2施設かけれるところを、配置クロスのみというゼロバリューフリーズを打ってしまいました。あとはロイちゃんがシングル捕まってるので、さすがにここは。で、僕はスピリットフォックスレベル上がってないので、まだレギー採用です。で、時間もあれなんで、シューター自分で割って回収した方が早いなというところで、シューターを割って入りつけつつ、ロイヤルチャンピオンのブーメラン圏内になってるのでって感じですね。まあ、ルートライダーがこの感じでもなんか4体ぐらい残ってる。1、2、3、4って感じで、相当ですね。本日ラスト、ヒロヤさんも、ルートライダーの、あれですね、スケルトンインビジブル型ですね。グランジョーモノリスを降りつつ、クイーンと合流するのが強いみたいなツイートしてた時の頃かな。うん。タウンホール前のマルチ IT のところを突イエティさせていきつつ、まあ、これはかなり頻繁に使われた形ですね。スケルトンインビジブルプラス手前のマルチ IT に突撃艦投げて、あとは、キングでタウンホール。残った外周部のところをサイドカットとしてクイーンを採用していくっていうやり方が相当流行ったやり方ですね。で、キングとキングぶつかるところのタウンホールケアはね、ちょっとキングだけだと火力もあれなのでっていうところで、ここはゴーレムを使ってタンクしてもらっている形。さあ、ルートライダー、ここから一緒に合流をしていきます。インビジブルでクイーンも延命しつつ、ちょっとウォーデンとかが全然出せてない。さあ、来ました、来ました。さあ、キングの方フィスト使いつつ、これでクイーンとロイヤルチャンピオンがね、ルートライダーの後衛として機能するような形になりますね。で、イエティとバルキリーウィズを使って、くじ上のところサイドカット。これでルートライダーが綺麗に真ん中入ってくれるような形。ポイズンタワー受けつつ、そろそろトーム考えてるんじゃないかなって感じですが、耐えますね、ここはまだ。イーグル降りつつ、ストライカー投げるってなると、ストライカー巻き込みたいので、トームはもうちょっとだけ我慢ですね。さあ、入ってきたので、一気のレイジトームそろそろ打ちたい感じになっていって、ここでストライカーを守ってのレイジトームです。負けないね、レイジは。もう打つとこなくなっちゃうよ、そうなると。あとはまあ、呪文残しに行ってるかな、これは。残しに行ってますね、これはね。まあ、打つなら HP の高いイーグルのこの辺に打つと、まあ一番レイジとしての恩恵が高いタイミングだったかなって感じですね。まあ、トームもそれに合わせてストライカーを少し早めに出していくと、レイジトームのバリューが出たかなってところですが、まあ、これは完全に遊びで残し始めましたね。悪いことしてますね、ヒロヤさん、これは。さあ、クイーンの能力とロイヤルチャンピオンの能力が残って、ブーメラン、しっかり防衛施設を落としつつ、クイーンの方も黒く使って、しっかり貯めた呪文をどこかに解放するんでしょうか。まあ、援軍でもらったフリーズ3発なので、撃たない派閥もいそうですね。さあ、レイジスケルトン、フリーズまで全部打ち切っての全開です。余ったぜと。ナイス全開、ガーサス。はい、というわけでね、終わりまして、40点。非常にいいアタックも多かったですね。星1があったので、全回数自体は11本というところでした。まあ、クイヒーのルートライダーの全開が特に多かったっていうところと、そもそももしかしてこれ、ホッサン以外みんなルートライダー使ったかなあ、リュウタ君もラバルだったか。まあ、ラバルが2本と、ルートライダー系が9本っていうところでね、まあ、いかにこのユニットが強いかというところで、まあ、クイヒールートライダーじゃなくてもなんか、ルートライダーのサービス終了とかなんかいろんな形あるじゃないですか、バルキリーと混ぜたりとか。そもそもルートライダーが強いっていう話ですからね。まあ、バルキリーが強いってあれではなく。まあ、とりあえず、前回取りたいよって方は、ルートライダーを使った編成を練習するといいのかなと思います。なんかいろんなやり方あるしね。
食い火が苦手な方は、今回のヒロヤさんとか、デッサンのね、サービス終了系だったり、スケルトンインビジブルと混ぜたりとか、以前の動画だとね、カズマくんが61天才のエレクトロタイタンの代わりにルートライダーを採用するみたいなやり方も強かったので、ルートライダーを軸に考えてみるのはいいかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。